東方プロジェクト巡り散歩 in 台湾。どんどんパフパフ。って秋葉原散歩から2回目に台湾散歩って力入りすぎでしょ。普通横浜とか大阪とか出し切った後にやる企画だよね。それが、前回の秋葉原散歩がなかなか好評だったので、景気よく台湾へ行っちゃおうということになりました。それ景気じゃなくてケーキ。というのは冗談で、なんと5年ぶりに台湾で例大祭の開催が決定。おお、5年ぶりに帰ってきたのか。もしかしたら次は500年後になるかもしれないので今のうちに行かないとということで、やってまいりました。500年も待てるのは幻想郷の住人だけです。1日目は白麗神社例大祭 in 台湾の様子、2日目は東方の聖地巡りをしていくぜ。ということで、1日目は台湾の例大祭の様子を皆さんにお届けしていこうと思うぜ。台湾の例大祭はどこで行われるの？場所は台北市の近くの三重区総合体育館だぜ。もし次回行きたいと考えている方に向けて言うと、台北市内から MRT 地下鉄でアクセスするのがおすすめだよ。台北の MRT 地下鉄は運行本数も多いし、最寄りの駅から会場の体育館までも徒歩10分圏内。道順もわかりやすいのでおすすめのアクセス方法だぜ。ほえー、地下鉄で向かうのがいいのか。さあということで、例大祭が行われる現地に着いたぜ。やっぱり体育館というだけあって綺麗なランニングコースがあるんだ。というかめちゃくちゃ人集まってない？そう、近づいてみてみるとなんとこんなにも台湾の人たちがたくさん来てくれているんだ。待って。私たちサークル参加で数時間前から来ているのにもうこんなにも来てくれたの？そう、その後とんでもない事件も起こるんだ。まず中に入るともう会場は東方まみれ。5年ぶりという影響かかなり活気が溢れていたぜ。もちろん日本の方だけではなくて、台湾の方もサークル参加されていましたよ。また日本ではないような画期的なグッズを販売している方もいたね。除菌するとくじ引きが自動で作動するんだ。一体どんな作りなんだ？また日本の方は台湾の方に楽しんでもらうために、いつも違って中国語の同人誌を売っていたりと、いつもと違う雰囲気で、見応えが抜群だったぜ。確かに中国語バージョンってレアだから買いたくなります。ここでしか見れないようなグッズもたくさんありそうですよ。私たちも東方耳かき屋というサークルで参加させてもらったぜ。作品としては東方プロジェクトのキャラクターを活かした耳かき ASMR です。基本的に、ね、ASMR は日本の同人声優さんにお願いしてもらっているので、やはり日本語の作品なんだ。楽しんでもらえるように一応中国語が話せる方にお願いした翻訳の台本もあるんだけどね。正直台湾で ASMR がどこまで流行っているのかわからないし、日本語の作品なので1個も売れないなんてこともあるんじゃないかと心配したんだが、ありがたいことに思った5倍以上に買っていただきました。マジか。こんなにも人来てくれるの？もう本当に。それしか喋れないのに台湾でサークル化参加しました。そうそう、私は中国語は一切わからないし、英語も全然なんだけど超基本的な英語でもなんとか切り盛りできたので、言語の壁が怖い、と思っている方も安心して次回行ってみてほしいぜ。そもそもなんだが、今回5年ぶりということもあって会場に集まった台湾の東方ファンは歴代でも屈指のようで、なんと予定の来日チケットが全部売れてしまったんだ。予定の枚数を超えるほどに来てくれたの？そのため、出入りが自由になるというとんでもない事態も起きたんだ。やっぱり5年ぶりという影響だけありますな。もうみんなうずうずしていたんだろうね。その活気は購買意欲だけに止まらず、音楽にも発揮されていたよ。東方プロジェクトのボーカルを歌うカラオケ大会では多くの方が参加したんだ。海外の言葉で難しいとされる日本語の歌を歌えるなんてすごすぎじゃないですか。台湾の方の東方愛が非常によく伝わるよな。しかもみんなめちゃくちゃうまい。日本人より日本語話せてるやん。また中にはアルストローネリア・リクオアズによるバッドアップルの曲を選んだ台湾の方がいたんだが、なんと歌っている最中に本物のアレンジ作者の正義美島さんと歌手ののみこさんが参入したんだ。それはびっくりサプライズだ。歌っていた方も驚きのあまり泣きそうになってたね。やっぱ曲は世界共通だから影響力もすごいな。そんな台湾例大祭は最後まで活気あふれる会場で包まれたぜ。なんか終わった後も、子供の時に遊園地に行った後並みに名残惜しい雰囲気に包まれたよ。台湾の方々の熱い東方愛が本当に伝わってもっと盛り上げたいという気持ちになれたよね。すっごくいい経験になるし、台湾の方々の東方愛を見るともっと東方が好きになれるのでぜひおそらく2年後の台湾例大祭も行ってみてくれよな。その後すき家に行きました。せっかくなら台湾料理食べなさいよ。雪品に台湾のすき家見つけて日本のすき家とどう違うのか確かめたくなったんだよ。脳が YouTuber すぎる。ということで、日本でもあるすき家のネギ玉牛丼セットを頼んだぜ。めちゃくちゃうまそうだ。このセットの注目ポイントが日本ではサラダがついているところ台湾では唐揚げがついてくるんだ。これは男子的には嬉しいところじゃない？ただ店内は結構女性の方中心に若者が多かったぜ。女性人気を獲得しているんだ。まず牛丼を食べてみたところ、うまみょ意味はわからんがとにかくすごいうまいんだ。基本的な味わいは優しくジューシーなすき家。なんだが、最後のパンチは台湾ならではの調味料の味わいがあるんだ。
へえ、日本とはちょっと違うんだ。お肉はまんますき家のものと思われ、安っぽい感じはなかったよ。そして気になる唐揚げの味はまさかの、大阪のおばちゃんが作ったほっこり唐揚げ。いや清楚感ある天使が超わがままお嬢様だった時の驚き並みのギャップだな。嘘だと思われるけど、マジな話で関西系の懐かしい味わいの唐揚げなんよ。とにかくうまいのは伝わりますわ。こうしてマリサたちの台湾散歩1日目が過ぎたのだった。さあ素敵な東宝プロジェクト散歩2日目は、台湾の聖地巡りだぜ。おお、聖地巡礼というやつですな。めちゃくちゃ楽しそうじゃん。今回巡る東宝の要素は音楽作品の蓬莱人形のブックレットの背景、あの人妻1000人のステージで使われた背景、永遠帝の天才薬師の背景を巡っていくよ。一体誰のどんな場所なのか、東宝原作との比較も気になりますよ。スタートはこちらの板橋という地区だよ。台北から近くて、そこそこ近くて都会な場所ですよね。ああ、東京でいうところの新宿みたいなところだね。本当駅から外に出るとめちゃくちゃ都会な雰囲気がありますね。おしゃれなお店がたくさんあって、また映画館なんかもあるようだったぜ。台湾でも日本のアニメがとても大好きなようで、映画館の宣伝にはジャンプ漫画でおなじみのヒロアカが CM で使われていたぜ。こんな都会なところに本当に昔懐かしい東宝に関連するものがあるの？ 1 キロもない先に天井聖母という商店街が見えるんだ。うわぁ、台湾の味がある商店街だな。そして歩いているとめちゃくちゃ美味しそうな台湾フードを発見しちゃったのよ。なんだこのうまそうな食べ物？屋台式で外から焼いているのが見えるんだが、油でこんがりと焼いていてあまりにも美味しそうだったんだよ。せっかくなので購入させていただいたぜ。名前は牛肉餅というものっぽいんだけど、食べてみると、肉汁の弾幕シューティング。かじった瞬間肉汁がかなこ様の風神様の光徳の弾幕並みに大量のうまうま汁が出てくるんだ。かなこ様の風神様の光徳って相当よ。中のあんは見てわかるように、お肉ぎっしり野菜ぎっしりで食べ応え抜群。肉まんの焼いたバージョンみたいな感じか。これでなんと日本円で180円程度です。もう551の豚まんない時でもあはははやん。関西の人しかわからんでしょ。食べながら進んでいくと、目的地の林本源園亭にたどり着いたぜ。こちらはウィンバン発の音楽作品蓬莱人形のブックレットの背景に使われた場所でしたっけ？そうそう、日本の方もよく来るようで、日本語対応のパンフレットも置いていたよ。なんでも台湾五大豪族の一つ板橋林林本源によって建てられた庭園と邸宅の総称らしい。中国本土蘇州の都名を模倣した設計で、台湾に現存している庭園及び建築としては最も保存状態が良好であり、台湾政府により国定古墳に指定されているそうだ。中についてなんだがまず入って雰囲気抜群のかっこいい木さんがこんにちは。入った瞬間すごってなりましたね。奥に進むと思った5倍ぐらい広い庭園で迷路のようになっているんだ。洞窟みたいな通路までありますからね。めちゃくちゃ楽しかったですよ。そして奥の池の庭園はまさに幻想的。ここは幻想郷なのかと思いましたもん。その池の庭園の建物に蓬莱人形の元ネタがあるという情報を聞き探していると、おー、ブックレットのまんまだ。めちゃくちゃ綺麗だし、ほんとまんまの背景でテンション爆上がりですよ。本当にその通りで、こんな遠いところで東宝要素を見つけるとめちゃくちゃテンション上がるんだ。結局1時間近くはこの庭園で遊べたぜ。例えると、台湾のプチベネチアみたいなところだったよ。どこもかしこも綺麗で、本当に幻想郷に来たような場所で楽しめるから行ってみてほしいぜ。さてさて、次は東宝心霊病4面ボスにして人妻じゃ千の聖がママに会いに行くよ。あの面白仙人の聖がママに会えるとかめちゃくちゃ楽しみですよ。聖がママのいる場所は北門駅という駅の近くにあるシアハイチェンホアンニャオというところだよ。おー、心霊病と同じように病が使われている。つながりを感じさせられますね。板橋から北門は乗り換えがあるけどさほど距離があるわけではないのですぐにたどり着けれるよ。ちなみにだけど台湾の交通費がめちゃくちゃ安い。鉄道にも夜が近場なら100円かからない程度で遠くても200円台とかそんな感じなんだ。めちゃくちゃ安いですやん。そうそう、なので気軽にいろんなところを回れるのが魅力だね。そんなことを言っていると、これまた面白そうな商店街に到着。適化街証券という商店街だ。ここはかなり有名な観光地らしくアメリカ系の観光客も結構見かけるよ。日本のスイーツを買っている人もいたね。それは日本の観光に行ってからでは。で、この台湾は年中温暖なので飲み物が人気なんだ。なので私も美味しそうな緑茶のパッションフルーツドリンクを購入したぜ。緑茶とパッションフルーツって合うもんなの？これが意外にも緑茶の美味しい苦味とパッションフルーツの酸味ある甘みが見事にマッチして非常に美味しいんだ。いやーん、私も飲みたいですー。マリサさんの甘い口つけの味がする。ということで目的地のカシアハイチェンホアンニャオに着いたぜ。おー、雰囲気抜群じゃないですか。霞海上堀廟はかつて、大稲邸と呼ばれていた場所にあったそうで大稲邸の港は、台北の産業発展の拠点として重要な役割を果たしてきたそうだ。霞海上堀じじいは住民の無事息災と商売繁盛を見守っているようだぜ。こちらがあの邪仙の聖画の登場で使われた背景の場所なんだ。どういうつながりかは賢い視聴者さんが教えてくれると思うんだがそうなんだよ。いや解説者しっかりせい。いくらで
べてみるとほら。まんま同じところじゃないの。文字の並びとか昔のお偉い方の絵の並びなんかも同じだよね。あの聖がママがいたかもしれない場所と思うとテンション上がるぜ。これは本当にテンション上がるわ。ギャップ抜群の聖がママもトップクラスで好きなキャラだから本当に嬉しかったよ。ということで、帰りは商店街の奥にあっためちゃくちゃ美味しそうな肉まん屋さんを見つけて、肉まんを購入させていただきました。切り替え早いな。日本語表記もされていたので有名な肉まん屋さんっぽいね。食べてみるとレイムさんのお腹みたいにもっちもちで、レイムさんのお腹のようにジューシーで美味しい。人の体で例えないでくれます？肉まん片手に聖がママに売買して次の場所に向かっていくよ、と思ったんだが、本当に予定になかったし、たまたま見つけたのだけど、この北門という駅の地下にオタクロードが存在したんだ。フィグア、ゲーム、アニメグッズ、本なんでもあるんだよ。ほえー、台湾にもこんな場所があったんだ。で、胡蝶抜きでこのオタロード1キロ先ぐらいまで続いているんだよ。1キロ先まで全部ホビー系のグッズがあるの？そうそう、しかも片道だけではなくて、この地下は2つの通路が使われているんだ。つまり2キロ分全部オタグッズがあるんだよ。台湾の秋葉原やないか。本当にその通りで、秋葉原をぎゅっとまとめたところみたいな感じなんだよ。またそんなチャチなグッズだけではなくて、こちらを見てわかる通り、まさかのファミコン、スーパーファミコン、メガドライブといったガチなレトロゲームを売っているお店まであるんだ。いやどうやって仕入れてきたんだよ。マジでそうなんだが、私の中でもっととんでもないものを発見してしまったんだ。それがこちら。東宝3月製の第1部だー。知る人ぞ知るプレミア価格で売られている公式漫画作品だ。東宝3月製というと、平坂誠先生版が有名だけど、実はその前に出されていた第1部の松倉ネム先生版があるんですよね。市場で単行本は存在はするが絶版になってるため、入手が非常に困難な作品のため現在の価格はメルカリで13000円とかで取引されているんだ。そんなレアものなぜこんなところに？場所はこちらの地下フリーマーケット。東宝の同人誌を扱う謎の青年がこちらを販売していたんだ。謎の青年すごすぎでしょ。で、いくらだったの？これ単体はいくらだったか忘れたんだが、なんか色々おまけつけて900元でええよと言われたんだ。900元って日本円で4000円よね。めちゃくちゃ面白そうなおまけ付きで半額以下って爆アドですやん。本当に素晴らしい闇市場を見つけてしまったよ。後々知ったんだけど北門はアニメイトもあるのでぜひ同志たちはこの北門に足を運んでくれ。ここは本気で楽しかったです。聖がママにも会えるし、一石二鳥の東宝観光スポットなのでぜひとも足を運んでみてくれ。さて続いては北門から丸山駅まで向かうよ。この丸山にあるホテルがあの永遠亭の薬師屋心栄林の弾幕中に出る背景が同じなんだ。ホテル？ちょっとイメージがつきませんね。まずこの地区は駅の近くに広くて綺麗な芝生の公園が広がっているんだ。うわぁ、将来子供と住みたいやつだ。その向かうホテルはこの公園を抜けると見えてくるんだよ。そこそこ距離あるけどもう見えてるじゃん。どんなにでかいんだ。そうそう、もう少し近づいてみるとこの絶景。でってけー。そう、まず他のホテルとレベチなでかさ。栄林パイ並みにでかい。いや例えでしょ。ただ本当にこれは見応えがしたから栄林パイを眺める波にインパクト抜群。リアルで見ると5倍増しですごいよ。ということで実際に栄林の背景と比べるとこんな感じ。本当だ。A や小6面 A の栄林の背景と一緒だよ。あの栄林の勇ましい千年幻想郷を彷彿とさせるほどかっこいいホテルなんだよ。そしてホテル目の前まで来たんだがとんでもない絶景。これ現実なんですか？異論は全然認めるけど正直、次の日に行った千と千尋の神隠しのモデルの9分よりも見応えあったよ。実際こっちの方が油屋っぽい。どうしたらこんな美しい幻想的な建物を作れるのかとなるんだ。いやその構え栄林の弓の構えやん。中も見れるんだけどこの豪華さ。超高級感マックスですね。レベルが違いすぎるわ。それでお値段の方はどんなもんなの？それが意外にも意外。こんなにも素敵なホテルが1泊1万ちょっとで泊まれるんだ。全然ありでしょ。このレベルで1万円は栄林の助けなしで余裕で払えれるわ。なので、ぜひ台湾でホテルを探しているのならこの栄林ホテルに泊まってくれ。これは本当におすすめですわ。さて以上が東宝巡り散歩だぜ。本当に、台湾の東宝巡り散歩最高でした。楽しい、新しい、美しいの3つを全て味わえるのでこれは行く価値しかないです。もし、この動画を見て次回は行ってみたい、と思ってくれたら幸いだぜ。他に行ってみてほしいという場所があればぜひコメントしてくださいね。その場所に行く可能性もあります。また秋葉原東宝散歩もしているので見に行ってみてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。